皆さん、こんにちは。ゆいです。こんにちは、あきらです。あきらくん、なんだか今日は少し眠そうですね。大丈夫ですか？バレましたか。実は今朝少し寝坊してしまって、すごく慌てて家を出てきたんです。なるほど。朝はいつもそんな感じなんですか？そうですね。恥ずかしいですが、朝は本当に苦手なんです。そういう人結構多いと思いますよ。ということで、今日のテーマは、忙しい朝あるあるです。朝のルーティンや理想の朝と現実の朝の違いについてゆっくり話していきましょう。はい。私たちのリアルな朝の過ごし方を通して、日常でよく使う自然な日本語を紹介していきます。皆さんも自分の朝を思い出しながら聞いてみてくださいね。それでは、早速始めていきましょう。よろしくお願いします。まずは、あきらくんのその慌ただしい朝について聞かせてください。いつも何時くらいに起きてるんですか？一応毎朝7時に目覚まし時計をセットしているんです。でも7時に起きられることはほとんどないですね。え、じゃあ目覚ましが鳴ったらどうするんですか？目覚ましを止めてそのままもう一度寝てしまいます。これがいわゆる二度寝ですね。二度寝。気持ちいいのはすごくよくわかります。でも遅刻しませんか？だから7時45分くらいにやばいと思ってベッドから飛び起きるんです。そこからはもう時間との戦いですよ。30分以上も二度寝してるんですね。起きてからはどんな順番で準備するんですか？まず急いで顔を洗ってすぐに着替えます。服を選ぶ時間もないので目の前にある服を適当に着る感じです。朝ごはんは食べないんですか？食べる時間がないですね。駅に向かいながらコンビニでパンとコーヒーを買って会社でこっそり食べています。本当に忙しい朝の典型的なパターンですね。聞いてるだけで私まで焦ってきちゃいました。そうなんです。毎朝明日こそは早く起きようと思うんですが、なかなか治らないんですよね。逆にゆいさんはどうなんですか？いつも落ち着いているイメージがありますけど。私はあきらくんとは全然違いますね。完全に朝型の人間なんです。朝方ですか？じゃあ起きるのも早いんですか？はい。毎朝6時半には自然に目が覚めます。目覚まし時計が鳴る前に起きることも多いですよ。信じられない。6時半に起きて何をしてるんですか？起きたらまずカーテンを開けて朝日を浴びます。それからコップ一杯の水をゆっくり飲みます。なんだかドラマの主人公みたいでおしゃれですね。あははそんなことないですよ。その後は顔を洗ってコーヒーを入れます。じゃあ、ちゃんと家で朝ごはんも食べるんですか？もちろんです。コーヒーを飲みながらトーストを食べたり、ヨーグルトを食べたりします。羨ましいな。僕もそんな優雅な朝を過ごしてみたいです。朝の時間は静かだし、誰にも邪魔されないからすごく好きなんです。ソファーに座って少しだけぼーっとする時間が私にとっては大切なんですよ。ぼーっとする時間ですか。僕の朝にはそんな余裕は1秒もないですね。でも私も毎日完璧なわけじゃないですよ。特に冬の寒い朝はベッドから出るのが本当に辛いです。それは僕も同じです。冬は布団の中が暖かくて絶対に外に出たくないですよね。そうなんです。だから冬は私も二度寝の誘惑に負けそうになることがあります。ちょっと安心しました。ゆいさんでも二度寝したくなることがあるんですね。ええ、この二度寝するという言葉、日本語を勉強している皆さんにもぜひ覚えてほしいですね。そうですね。一度目が覚めたのにもう一回寝てしまうこと。二度は二回、寝は寝るという意味です。朝も会話でよく使いますよね。今朝は二度寝しちゃって遅刻しそうになったとか。まさに僕の毎日のことです。でも、二度寝ってどうしてあんなに気持ちいいんでしょうね。本当に不思議ですよね。
最初の睡眠より二度寝の5分や10分の方が深く眠っている気がします。そうそう。ただ起きたらとの後悔も大きいんですけどね。あはは、確かに、またやっちゃったって思いますよね。だから最近はスマホの目覚ましを5分おきに5回くらい鳴るように設定しているんです。それはちょっと極端じゃないですか？逆に疲れちゃいそうです。朝のあるあるといえば、もう一つ思い当たることがあります。何ですか？目が覚めているのに、ベッドの中でずっとスマホを見てしまうことです。それ、すごくよくわかります。私も時々やっちゃいます。本当はすぐに起きないといけないのに、つい SNS をチェックしたり、ニュースを見たりして、気づいたら20分くらい経っていてびっくりしますよね。そうなんです。これが理想の朝と現実の朝の大きな違いかもしれません。確かに。理想の朝のイメージだと、起きてすぐにヨガをしたり本を読んだりするんですよね。英語の勉強をしたり、美味しい朝ごはんを作ったり、雑誌に載っているような生活です。でも、現実の朝はベッドでスマホをダラダラ見て時間がなくなって慌てる。まさにそれです。ゆいさんでもスマホの罠にはまるなら、僕がはまるのは当然ですね。言い訳にしてますね。でもスマホの光を朝に見ると脳が覚醒するから目が覚めやすいという話も聞いたことがあります。なるほど。じゃあスマホを見るのも完全に悪いことではないんですね。とはいえ、見すぎるのは時間の無駄になっちゃうので気をつけないとですね。あきらくんの話を聞いていると、もしかして夜型の生末なんじゃないですか？そうなんです。完全な夜型ですね。夜の方が集中できるんです。だから朝起きるのが辛いんですね。夜はいつも何時くらいに寝るんですか？だいたい深夜の1時か2時くらいですね。映画を見たりゲームをしたりしているとすぐその時間になってしまいます。うわ、それは遅いですね。私は夜の11時にはもう眠くて起きていられないです。11時ですか？僕にとって11時はまだ夜の始まりですよ。本当にリズムが違いますね。朝型と夜型って生まれつきの遺伝子で決まっているという研究もあるそうですよ。遺伝子ですか。じゃあ僕が朝起きられないのは僕のせいじゃないってことですね。あはは、都合よく解釈しましたね。でも無理に朝型に変えようとしてストレスになるくらいなら、自分のリズムに合わせるのも一つかもしれません。そう言ってもらえると救われます。でも会社がある日はやっぱり朝起きないといけないですからね。そうですね。社会生活を送る上では、ある程度は朝のスケジュールに合わせる必要がありますから。ゆいさんのように朝から活動できたら一日がもっと長く有意義に使えるんだろうなぁとは思います。確かに朝のうちに家事を終わらせたりするとすごく達成感がありますよ。少しでもゆいさんのような朝に近づくために何か簡単なアドバイスはありますか？そうですね。朝、急いで準備しなくていいように、夜のうちにできることをやっておくのはどうですか？夜のうちにですか？例えばどんなことですか？例えば、明日着る服を夜のうちに決めて出しておくとか、カバンの中に必要なものを準備しておくとか。なるほど。それなら朝服を選ぶ時間を節約できますね。はい。朝の洗濯する時間を減らすと気持ちにも余裕ができますよ。確かに朝は頭が働いていないから服を選ぶだけでも一苦労なんです。それから、簡単な朝ごはんでもいいので、何かお腹に入れることをお勧めします。バナナ1本でもいいですよ。バナナなら忙しい朝でも食べられそうです。今日帰りにスーパーで買って帰ります。ぜひ試してみてください。少しずつでも朝の時間を楽しめたらいいですね。はい。明日の朝は二度寝を1回だけに我慢してみようと思います。目標が低いですね。でも無理せず一歩ずつ頑張りましょう。
さて、今日は忙しい朝あるあるや朝のルーティーンについて話してきました。二度寝、着替える、急いで準備するなど日常で使える N3 の語彙がたくさん出てきましたね。皆さんは朝型ですか？それともあきらくんのような夜型ですか？理想の朝と現実の朝の違いなど、ぜひ皆さんの朝のエピソードも教えてほしいです。このエピソードが面白いな、役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そして今日の会話の詳しいスクリプトはコメント欄の一番上にピン止めしてあります。リンクからダウンロードして復習に使ってくださいね。いつも私たちのポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとうございます。それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。さようなら。